こんにちは、くまこです。今回はアンバサダーホテル宿泊機をお送りします。最安カテゴリーで予約した私を待っていたのは、なんとワンランク上のスーペリアルームでした。オンラインチェックインから始まった魔法のような一日の全貌をじっくりレポートします。それでは、早速行ってみましょう。今日はアンバサダーホテルのロビーからスタートです。すでにオンラインチェックインを済ませていますので、フロントには立ち寄らずに直接客室へ向かいます。今回はアンバサダーホテルの一番安いカテゴリーのスタンダードルーム、ツインの客室を予約しています。客室番号は6109号室です。エレベーターで6階へ向かいます。一番安い客室なのに6階と思いつつ、これからこのチャンネルおなじみのルームツアーに入ります。お部屋の詳細よりも景色が見たいという方は、チャプターで先に進んでください。ということで、到着しました。6109号室。それでは、いざ入室。やっぱり素敵なお部屋ですね。一番下のカテゴリーでも、この余裕のある空間と落ち着いた色調。アンバサダーは、スタンダードでも満足度が違いますね。この時はそう思ったのですが、実はアップグレードされていたんです。私が予約したスタンダードルームのツインは38平米。しかもソファーがなかったような気がしたのですが、なぜかソファーがある。やけに広いな、と違和感を感じつつも、ルームツアーを続けます。まずは部屋の一番奥。窓際に大きなテーブルと、アールデコなデザインの椅子があります。アンバサダーホテルは現在ルームサービスがありませんが、その分、エンパイアグリルやシックタックダイナーのテイクアウトメニューをここでゆっくり楽しむことができます。パークフードを広げるのにも十分すぎる広さですよね。続いて、こちらの大きなソファー。アールデコらしい、リズミカルな渦巻き模様が全面に描かれています。足を伸ばしてパークの疲れを癒すのに、これ以上の場所はありませんね。続いて、ベッド周りを見ていきましょう。ベッド周りは、あえて色味を抑えたシンプルな作りですが、ベッドスローにはアンバサダーらしいこだわりが。アーチ型の幾何学模様の中に、ミッキーシェイプが規則正しく並んでいるんです。派手すぎない大人のミッキーという感じで、このモダンなお部屋の雰囲気にぴったりですよね。ベッドとベッドの間にあるナイトテーブル。ここの引き出しの中も忘れずにチェックしたいポイントです。中にはアンバサダーホテルオリジナルのポストカードが用意されています。宿泊の記念に持ち帰れるのはもちろん、ここから手紙を書くのも素敵ですよね。続いてテレビ台です。テレビ台の引き出しの中にはセパレートタイプのナイトウェアが3着用意されています。お部屋の入り口側に目を向けるとミニバーエリアがあります。ミニバーエリアにはグラスやティーカップ、ケトルにライステールまで揃っています。下の扉を開けると無料のコーヒーや日本茶のセット。さらに冷蔵庫の中には無料のミネラルウォーターが3本用意されています。ミニバーの隣はドレッサーエリアです。大きな鏡にはなんとファンタジアのミッキーが描かれています。魔法がかかったようなキラキラしたデザインで身支度の時間も楽しいですね。そしてここにはお土産にも嬉しいデコバッグが2つ用意されています。ドレッサーの隣の大きな扉はクローゼットです。クローゼットにはバゲージラックや洋服ブラシなど滞在に必要な備品が揃っています。
さらにクローゼットの中にはセーフティーボックスも設置されています。貴重品の管理もこれで安心ですね。続いてサニタリールームです。洗面台の右側にはうがい用のコップとお持ち帰り可能なプラスチックコップ、ハンドソープは使いやすいディスペンサー式になっています。洗面台の左側にはお持ち帰り可能なガメニティが用意されています。以前は可愛い缶のケースだったのですが、残念ながら今は使い切りのビニールパッケージに変更されています。少し寂しい気もしますが、アンバサダー限定のデザインであることは変わりないので、大切に持ち帰りたいと思います。洗面台左側の引き出しの中にはドライヤー、右側の引き出しの中にはスキンケアセットとケアブラシが用意されています。サニタリールームの左側の扉はバスルーム。洗い場付きの広々とした作りで、自宅のようにゆったりとお湯に浸かれます。シャンプー、コンディショナー、ボディソープは使い勝手のいいディスペンサー式になっています。そしてサニタリールームの右側の扉はお手洗いです。独立した個室になっているので、お友達や家族と一緒に泊まるときも気を使わずに使えるのが嬉しいですよね。そしてベッドルームに戻ってふと壁に目を向けると、落ち着いた色合いの壁紙の中には楽しそうに笑うミッキーとミニーが。壁に飾られているこちらの絵は短編映画ミッキーの手品師の一場面。こちらの絵には清掃したミッキーとプルート、そして可愛い衣装のミニーが描かれています。こうした細かなアートの一つ一つが宿泊をより特別なものにしてくれますよね。お部屋の中の魔法をたっぷり堪能したところで、いよいよ窓の外を見てみましょう。こちらのお部屋はイクスピアリとの間の中庭側に面していて、パークの向こうに沈む夕日がとても綺麗に見えますね。実はこのお部屋、ハイピリオンラウンジの真上に位置しているようです。おそらく花火は見えない向きかと思いますが、そこはまた後ほど確認してみますね。このまま綺麗な夕日をずっと眺めていたいところですが、これからハイピリオンラウンジを予約しているので移動したいと思います。ということで、ハイピリオンラウンジにやってきました。ショーケースには可愛いメニューが並んでいますが、今回予約したのはミニーのスプリングデイドリームプレミアムスイーツセット。今回は宿泊特典を利用して事前予約しました。こちらのセット、一般枠だとなかなか予約が取れない大人気メニューなのですが、宿泊予約特典からだと比較的スムーズに枠を見つけることができるんです。アンバサダーホテルに泊まるなら絶対に外せない特典の一つですね。席に着くとすぐにお料理が運ばれてきました。こちらがミニーのスプリングデイドリームプレミアムスイーツセットです。まるでミニーちゃんの夢の中を覗いているようなピンクとパステルカラーの可愛らしい世界。プレートの上には食べるのをためらってしまうほど繊細で春らしいスイーツやセーボリーが所狭しと並んでいます。一つ一つがとても繊細に作られていて、見ているだけで幸せな気持ちになれます。お味の方は全体的にとても優しく上品にまとめられている印象。この空間でミニーちゃんの可愛さに囲まれながら過ごすひとときこそが何よりのごちそうかもしれませんね。さて、ハイピリオンラウンジに来たついでにフロントへ駐車券の宿泊者サービスを受けに立ち寄ったのですが、そこで衝撃の事実が判明します。なんと、というか、やはりお部屋がアップグレードされていました。本日のお部屋はスタンダードルームではなく、一つ上のランクのスーテリアルーム。嬉しいサプライズに改めてディズニーホテルのホスピタリティを感じる瞬間。ですが、実はちょっとした問題が。今回の動画、本当は一番安い客室でもこんなに幸せというテーマでお届けする予定だったんです。まさかのアップグレードで
企画が最初から成立しなくなってしまいました。でも、この幸せを皆さんにお裾分けするべく、スーペリアルームの魅力をたっぷりお届けします。さて、時刻は20時45分。突然、花火の大きな音が聞こえてきたので、慌てて外を見てみましたが、予想通り、残念ながら花火は見えませんでした。姿は見えないのに、お部屋の中には花火の音だけが贅沢に鳴り響いています。どうしても花火を見たいという方は、下の中庭へ移動するのがおすすめです。夜空に広がる美しい花火をバッチリ楽しむことができますよ。おはようございます。アンバサダーホテルで迎えるすがすがしい朝です。朝食を買いに1階のチックタックダイナーにやってきました。この時間のメニューはこんな感じです。熊尾に適当に買ってきてと言われたので、私のセンスで適当に選んじゃいます。出来上がるまでは店内の椅子に座ってのんびり待機中です。50年代風のダイナーの雰囲気はどこを切り取っても絵になりますよね。ということで買ってきました。早速お部屋のテーブルに広げてみたいと思います。熊尾の適当にというリクエストに応えて選んだ本日のラインナップがこちら。アイスコーヒーとコーンスープ、クロワッサンとチョコレートデニッシュ、モッツァレラと生ハムのミッキーサンドイッチです。ミッキーの形をしたサンドイッチには、たっぷりのモッツァレラチーズと厚切りトマト、そして生ハムがぎっしり詰まっています。パンもサンドイッチも一つ一つが大きくて、食べ応えも満点。2人でシェアしても十分なほど、満足感のあるボリュームでした。今回のアンバサダーホテル、スーペリアルーム、ツインで過ごす一日はいかがでしたでしょうか。当初予約していたスタンダードルーム、ツインのこの日のお値段は49,500円でした。思いがけずアップグレードしていただいたので、かなりお得に、そして贅沢に宿泊させていただきました。計画していた動画内容とは異なってしまいましたが、めったにあることではないので、今回は思いっきり満喫させていただきました。いつかまた最安ルームにリベンジ宿泊して計画していた内容の動画を作りたいと思います。ぜひチャンネル登録とベルマークの通知設定をして楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。